最後の方まで濃くして最後だけちょこっとスッと払ってもらう。あ、はい、こんな感じ。顔、私が描いた顔と聖書、こうすると見えます。よろしくお願いします。毎度です。前回この可愛い豚さんの原画を描いてもらいました。今回はトレースしましょう。タップつけた方がいいですね。はい。このよくドキドキドローイングの動画で見られるタップですね。高いですか？そうですね。ちょっと最近では値上がりしてお高めになっちゃってる。まあ安いやつはプラスチック製で、まあワンコインで買えるのもあるし、高いやつは5000円ぐらいするんじゃないかな。本当ですか？あ、このタッパーは安物だから30年ぐらい前に買ったやつやねんかな。あ、わかりました。でも5000円のやつもあるんだ。それは何の違いがあるんですか？まあしっかりしてるんですけど薄くて扱いやすいとか。つけといてトレースするための紙はどれくらいの厚みですか？もっと厚いのも使ってますよね。あ、これは動画用のを今日持ってきたんですけど、まあこれがね普段動画さんたちが使ってる厚さで、はい、原画用紙よりは厚いんですよ。ああ、そうなんですか。原画用の紙はこれよりもう少し薄くてペラペラなんですよね。で上につけてライトボックス。最近ライトボックスが結構安くなってますよね。3000円くらい。これが傾向ですね。壊れても入れ直せるんですよね。LED は多分入れ直せないんだけど LED は多分壊れないから、何十年使っても。鉛筆も使いましょう。はい、私いつもファーム、H と HB の間だっけ、普段日本で動画さんはどういう硬さ使ってますか？そうだな、自分が動画をやっていた時はアナログだったんで最近のデジタルの動画さんがどれぐらいの色を使ってるのか分かんないですけど、まあ均一の線が引きやすい型番を鉛筆を選んでもらえれば。なるほど。慣れているので F 使います。で、よく聞かれてるんですけど、これはただの芯ホルダーですね。まあ大人の鉛筆という商品なんですけど大人？気軽に大人の人もこういう風に使ってもらいたいというので頑張ります。はい。多分困るところがこういうところで何をすればいいか。これは2つの線に分けるか、1つの線だけスムーズに。そうですね。その原画を描いた人がどういう意図でその線を引いたか、そうか、それを汲み取りながら難しそう。でも頑張ります。結構薄く描いてますが、もっと厚く描いた方がいいですか？いや、まあそれぐらいの濃さではいいと思いますけど、慣れてくると1本でスーッと引けるようになりますから。やりたいんだけど、まあ慣れですよね。そうね。元の原画の線からずれちゃいそう。こういう時にこの線とこの線がちょうどの先端というか、そこら辺はつなげないとな。つなげないと。紙がタップから外れやすいような時はこういうクリップでこうやってタップにつけて、これは大変な仕事ですよ。なんか思ったより手が紙にくっつけちゃいますね。汗かいてるから。そうそう、汗をかくときはティッシュ1枚引いたりしますよね。そうなんだ。手袋持ってきましたので、これちょうどいいかもしれない。これ使ってみましょう。デジタル文化が、アナログにもやる。この束が後ろをかぶっているから、これがここの線とここの線がこっちの方が厚くなってる。そこら辺は気にしなくていいですよ。今までの同じ厚みで。同じで大丈夫。わかりました。青いところは青で描くんだけど、この穴開いてるところが、これ繋いだ方がいいですか？あ、そこは繋がなくて青で繋いでおいてもらえれば。わかりました。丸
丸の歪みは結構目立つんで、ね、気を使っちゃいますよね。気をつけてもうまく描けない。やっぱり丸は一本線で描けませんですね。まあブラックで塗っちゃうから。確か。じゃあ内側入っちゃっても大丈夫。そうですね。鉛筆の芯を自分の好みに尖らせたいときは使い古しの紙でさーっと、なんかそうやって自分の好きな風に。いいですね。ちょっと質問ありました。はいはい。原画で厚みが薄くなるが、成長する段階でどうした方がいいですか？そうですね。徐々に薄くなっていくように払うんですけど、あんまし薄いところが長いとスキャナーで読み取った時にかすれちゃうんで、最後の方まで濃くして最後だけちょこっとスッと払うような感じ。じゃあ今より少し厚くしっかりした線でやって最後の方だけピュッと払ってもらう。はい。こんな感じ。そうだ、オッケー。難しかった。小さいからもっと薄い線で描く必要はないですね。ね。じゃあ実線がある程度できたけど、薄くなってる線と厚い線になってますよね。本当はこれもう少し厚く描かなきゃいけない。これと同じように。あと左耳のね先っぽあたりが薄くなってるから、そういうところも補正しといた方が。こっちですか？そこらへん。そうね。じゃあちょっと直しましょう。はい。危ないですね。こうやってライトつけないでだったら原画からずれる問題になる可能性は高くなる。キャラクターの場合は線一本ずれても結構印象が変わっちゃうんで、そうね。その点メカとかねロボットなんかは線一本ずれても全然目立ちませんよ。だからメカが好きなんだ。結構好き。じゃあ一応アニメーターに見てもらいます。このところは少し薄くなっていると思います。どうですか？そうですね。やっぱり見た目気になるのが、ここら辺ちょっと薄くなってるからアウトライン部分しっかりチェックしといた方がいいと思います。なるほど。色漏れの原因になっちゃう。そうなんだ。仕上げのパートの方がねパソコンに取り込んで色を塗るんですけど、もう舞台色のところをポンと押したら画面全体が舞台色になっちゃうからじゃあそうならないように。実際色を塗る前に仕上げの人がいろんなゴミとか取る作業と同時に線がつながってるかどうかもチェックしていただけるんですよ。まあそのために下打ちがするんでしょうけどね。じゃあチェックしてくれるっていうより怒られるところ。人の仕事を増やすんじゃねえよとかね。一回トレース台消してからちゃんと厚く均一な線で描けなかったところが分かります。はい、完成です。影の輪郭線とか描かなきゃいけないんですけど、一応見てもらえますか？まあ原画のラフなところをまとめてるところもあるし、この線の拾い方はどうかなっていうところもあるし分かりやすいところで言うと目の形で結構印象が違っちゃってるでしょ。なんか四角い形になっちゃってます。あとこういう歪めのところ、少し尖らせておいたんだけど結構丸くなっちゃってるでしょ。確かもう目鼻口がトレスが1本ずれると結構違った印象になってしまうので、そういうところは気をつけないと。確かあと耳のね先っぽとかね形が少々崩れても上げりゃしないからって持論ですけどね。この口のところなんかここまであるんだけど最後まで言ってない。まあ丸を描く練習はしといた方がいいですよね。で実際円定規があるんですけど、
小さい円から大きい円までテンプレート、それを使ってうまくまん丸ではないんだけど、ちょっとずらしながらスッと書いていってまとめるのも全然構わないし。じゃあまた今度は定規とか。そうですね、要は綺麗にトレースできればいいんですよ。なるほど。最終的に自分たちが用意するのは素材ですから、最終的に商業アニメーションとして納品するのはデータですから。日上さんが気になってたこの丸みとか書いてもらえますか？自分もデジタルの動画は経験したことないんで、我流ですけどね。ありがとうございます。自分もセル時代の動画マンだったんで。なるほど。ちょっと比較しましょう。これ元の原画で私が、頑張って清書してみた版と、日上さんが書いてくれた私が気になってたところ、性格守って元々の絵の個性を守るためにちゃんと丸くなるような目と、この耳の曲がっている形、顔、私が描いた顔と清書、こうすると見えます。こっちも元に描いた絵の線をまとめただけですけどね。そうね、なんとなく柔らかさがちょっとだけ私が描いた絵で尖らせられてシャープな形になっちゃいました。この Y の字になってたところ、元々の絵だとこういう Y の字だったんだけど、私が書いた清書で完全に消えた日上さんが書いてくれたのが守りました。やっぱりこういうレベルのディテールじゃないとアニメじゃないですね、私的に。プロの動画さんに言わせれば自分の線だってかなり汚いですよ。線のクオリティも私が少しずつ引いてて、やっぱりできるだけ一本線で描きたいんですね。それの方が綺麗。では次の動画でちゃんと影の境界線も後ろに影も描きましょう。じゃあ次回の動画楽しみにしてください。他の動画いろいろありますので、ぜひそれも見てください。あと登録お願いします。日上さんありがとうございました。どうも。バイバイ。